世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。伊吹島のアート巡りを終えて今度は須田港までやってきました。これからフェリーに乗って淡島に行きたいと思います。アート巡りできる時間はおそらく1時間程度。なんとか全作品巡れるといいんですが、淡島の作品鑑賞時間は10時から4時半。西之島エリアはだいたい4時半終わりなので皆さんも気をつけてください。淡島行きの高速船が到着したので船に乗り込みます。3時10分発の船なので乗客もほとんどいなかったです。今回乗船する高速船はこちら、淡島ライン。定員70名だそうです。無事帝国通り出港です。こちらのガイドマップは須田港にあった瀬戸芸案内所でいただきました。現在の気温は28度。もう3時過ぎてますが、まだまだ暑いです。須田港から約15分、淡島に到着しました。やっぱり遅い時間やからか、船の乗客は島民の方ばかりでした。とりあえずトイレ休憩も兼ねて淡島の瀬戸芸案内所に行きます。淡島港目の前の淡島開発総合センターに瀬戸芸案内所が入っています。案内所には淡島の情報が盛りだくさん。ただ売店などは少なめなので飲み物は事前に用意しておいた方が良さそうです。淡島開発総合センターには畳の休憩所も特別に用意されていて、そこには地元の高校生と地域おこし協力隊が作った三豊市のおすすめスポットの案内もありました。トイレ休憩も終わったので早速自転車を借りに行きます。瀬戸芸案内所から100メートルのところにあるみたいです。淡島のアート巡りは平坦な場所がほとんどなので、時間があれば歩いて回れる規模です。無人のレンタルサイクル屋さんに到着です。1日500円でした。お金はこの女の子の口の中に入れるスタイルです。早速自転車に乗ってアート巡りスタートです。近くにいた地元の方が巡りやすいルートを教えてくれたので、その通りに巡りたいと思います。まずは16番の作品から見に行きます。淡島にはまるでタイムスリップしたかのような売店があったり、海に浮かぶブイを可愛く装飾したアートがたくさんあります。港から一番近い一つ目の作品に到着です。こちらの作品は青野文明さんの作品、帰り着く家瀬戸内淡島古家大龍積層納会図像2025です。作者は直すをテーマに多くの作品を作り出しています。特に東日本大震災以降は収集されたかけらをその土地や社会の文脈まで掘り下げて復元を試みているそうです。淡島の作品では島に残された空き家と使われなくなった家具、そして島の生活に欠かせなかった船の断片が使われています。それらを組み合わせることで、かつて人が暮らしていた時間を可視化し、島の記憶を呼び起こしています。次の作品は旧淡島中学校にあります。途中道に迷っていたら近くにいたおばあちゃんが教えてくださいました。自転車で約3分、旧淡島中学校に到着です。ここに作品がたくさん集まっています。早速一番手前の作品から見ていきます。こちらの作品は日比野勝彦さんの作品、瀬戸内海底探査船美術館プロジェクトそこそこ想像所です。海の底に眠る見えない世界をテーマにしたこちらのアートプロジェクト、海底から引き上げられた木片や石、壺のかけらなどが展示されています。そんなかけらを観察することで私たちが普段見えない確かに存在する世界を想像することができます。陸と海底のバランスの中で私たちの想像力をゆっくりと広げていくことができる作品です。次の作品も淡島中学校校内にあります。一度外に出てすぐ隣の建物です。この学校木造建築でとても古そうですが、ほんの十数年前まではまだここで授業が行われていたことに驚きでした。続いての作品は柏木修吾さんの作品、淡島の記憶を染めるです。こちらの作品は柏木さんが4ヶ月淡島に滞在して感じたことなどを複数の作品を通じて表現したものの一つです。この手の作品は針金に和紙をまとわせて制作しています。大きな手の下の土の塊と植物は島を表現していて、人のぬくもりで島全体が成長していく様を表現しています。続いての作品は隣の教室です。日比野勝彦さんの作品、あさって朝顔プロジェクトです。2003年に新潟県の十日町市で始まったこのプロジェクト。
朝顔の育成を通して人と人、人と地域、地域と地域のコミュニケーションを促し、現代社会における人と地域の関係の検証、人と人との関係性の中から創造されてくる形を芸術の根本と捉え、社会の中における芸術の機能性、多様性を試みています。続いての作品に向かいます。次の作品は、青木春菜さんの作品、粟島養家です。この大きなお面が特徴の作品は、島のおじいちゃんやおばあちゃんと協力して、新聞紙や版紙を何層も重ね合わせて作られました。できたお面は、島神様と呼ばれていて、粟島に古くからあるものや大切にされている場所に住んでいて、島を見守り、島の人たちと思い出を共有しながら共に生きているそうです。次の教室が校舎では最後の作品です。こちらの作品は、先ほども登場した柏木修吾さんのもう一つの作品、彫刻から植物が芽吹き、輪郭が変わるです。島に残る古い建物やそこに流れる時間に着目し、そこへ鉄や木、土などで作られた彫刻を設置しました。その彫刻の内部や表面には植物の種や苗が植え込まれています。時間が経つにつれ、植物が芽吹き、つるを伸ばし、やがて彫刻の形そのものを覆い、作品の輪郭が少しずつ変化していきます。この作品には完成という瞬間が存在せず、自然と共に生き続ける変化していく彫刻、とても深い作品でした。次の作品は校舎の奥にある体育館にあります。なんだか懐かしさを感じる校舎裏を通っていきます。こちらの作品はタオリグサリナさんの後悔する記憶の船ノマドギャラリー in 粟島です。中国内モンゴル自治区で生まれ育った作者は遊牧民が使う移動式住居ゲルをモチーフに作品を制作しました。中に入ると船員たちの声が響き、天窓から差し込む光と漂う音が旅の記憶と時間の流れを感じさせます。次の作品は旧粟島幼稚園内にあります。中学校から自転車で約5分、旧粟島幼稚園に到着です。こちらの作品はエステル・ストッカーの作品、思考の輪郭です。空間全体が真っ白に塗られ、その上に所々立体となって黒い線が描かれています。見る角度によって異なる表情を見せる線は、一つの思考の中に入り込んだような不思議な感覚を与えます。教室の一つは同じく白い壁に所々黒い線が置かれ、もう一つの教室には黒い壁に白い線が置かれています。白と黒のコントラストは記憶の明るさと忘却の影を表し、ここ旧粟島幼稚園の遊び場を未来の想像の遊び場へと変えていく作品です。作品の外にも白黒の島猫ちゃんがいました。次で最後の作品です。港の方まで戻り、一番西にある作品を見に行きます。青い旗がありました。こちらの作品はグエンチン T さんの作品粟島フォールです。旧郵便局の建物が舞台のこの作品は、昔の島民や船乗りが使った通信手段の仕組みをヒントに、来訪者や島民のメッセージをモールス符号に変換しています。内部に設置された楽器がその符号を演奏し、音として空間に響かせることで、私たち鑑賞者は聴覚で島の歴史と人々の声を感じる体験ができます。作品を見終えたので、自転車を返しフェリー乗り場へ向かいます。島のあちこちに可愛く装飾された部位があって癒されたので、歩いて巡るのもおすすめです。この穏やかすぎる粟島の瀬戸内ともお別れです。フェリー乗り場に着きました。風が強く寒いので、待合所で時間まで過ごします。須田港行き17時15分発のフェリーで帰ります。粟島から高見島行きの高速船もあるみたいですね。フェリーが到着したので向かいます。約1時間半の短い滞在だったのですが、ゆっくり島歩きしたくなる雰囲気の島でした。粟島から15分、三豊市の須田港に到着です。これから港最寄りの瀬戸芸臨時駐車場に戻ります。須田港にいた瀬戸芸スタッフの方々が盛大にお見送りをしてくれました。ありがとうございました。そしていつもお疲れ様です。須田港最寄りの駐車場から車で30分、宇多津市役所に到着です。これから本日3カ所目のエリア、宇多津エリアのアート巡りに行ってきます。宇多津エリアは2025年に新設された新エリア、
なんと夜8時まで鑑賞可能エリアなのです。ガイドマップを手に入れて早速アート巡りスタートです。宇多津市役所にいたスタッフさんからおすすめの巡り方を聞いて、まずは宇多津にあるゴールドタワーにやってきました。市役所から車で10分くらいで到着しました。ここにある作品は夕日が沈む前の空がオレンジ色に輝く時に鑑賞するのがおすすめということで、今絶好のタイミングかもしれません。ゴールドタワーも輝いています。石澤敏孝さんの作品、色のない翼の彼方です。この作品は2枚の無色透明なアクリル板を使った彫刻で、それぞれを手作業で削り、磨き上げることで、まるで翼が空気に溶け込んでいるような形をしています。アクリルの表面には細かな傷や揺らぎがあり、太陽光や風、海面の反射を受けて、時間とともに刻々と表情を変えます。テーマは水平線への記憶と距離。遠くにいると思っていた存在は、実はすぐそばにいるかもしれない。そんな思いを無色の翼で表現しています。宇多津の臨海公園にある作品を見終えたので、これから宇多津市役所に戻ります。芸術祭期間中は無料のシャトルバスが運行しております。インフォメーションまで戻ってきました。ここからは歩いて作品を巡ります。ぐるっと一周する形で巡れるみたいです。最初の作品はインフォメーションの向かい側にある作品です。もともとお米が保存されていた旧農業協同組合倉庫の中に作品が展示されています。こちらの作品はシガリット・ランダウの作品キャパシティです。作者は通常の10倍の塩分濃度があり、ほとんど生命が育たない湖として象徴的な視界に素材を沈め結晶化させた作品を作り上げています。この廃倉庫はもともと地域の農業や物流を支えていた場所で、古い鉄骨や木材の梁、コンクリートの床など使われなくなった建物の質感が作品と響き合っています。もう一箇所ランダウの作品があるみたいなので鑑賞券をいただきました。次の作品は動画にも何度か登場している私たちの大好きな作家の作品です。着きました。この一軒家の中に作品があります。こちらの作品は山本元井さんの作品時を紡ぐです。奥能登国際芸術祭、北アルプス国際芸術祭で見てきた山本さんの作品。今回は和室や茶室といった歴史ある建物の中にまるで網のようなパターンを塩で描いています。かつて塩作りや漁業で栄えた宇多津の海と塩、網の形を思わせる造形が作品全体に地域の記憶を宿らせています。今回の作品は作品の上に橋が通っていたり、畳に座ることでより近くで繊細な作品を見ることができました。山本さんはこの塩を最終的に海に返すこともあり、作品は完成しても永遠には残らず、時間の循環や儚さを象徴されています。そしてなんとここでは山本さんと同じ道具を使って描く体験ができました。山本さんを意識してみましたが、本当に難しかったです。山本さんの作品に夢中になっていたらいつの間にか外は真っ暗になっていました。時間も限られているので少し駆け足で巡ります。到着しました。八幡神社です。どうやらここに作品が展示されているみたいです。シンガポール出身のアーティスト全定さんによる作品ザ・インパレイティブ・ランドエスケープです。舞台は八幡神社。浄化をテーマに透明のケースに入れられた盆栽を浮かせるようにして設置。そこに天井から循環した水が流れるように仕掛けを施しています。会場ではこの地域で行われる火待ちという祭りで創上される祝詞が流れ、清らかな空気に包まれています。さて、次の作品が宇多津エリア最後の作品です。時間はギリギリでしたが、なんとか全て巡れそうです。到着しました。三好商店さんです。こちらの元靴屋さんで作品が展示されています。ここにはシガリット・ランダウさんのもう一つの作品があります。かつて靴屋さんだった家を活用しており、作品には靴屋さんらしく、ブーツやスニーカー、サンダル、子供靴など、すべての作品が靴に関するものです。靴の作品の方が元の素材のカラーや形がはっきりしていて、本当に視界で結晶化させたんだなぁと感動します。宇多津エリアは塩という日常的な素材が作品を通じて時間や歴史、そして人と土地のつながりを語りかけてくるという宇多津ならではの静かで深いアート体験が印象に残りました。
ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、ついに最後のエリア、アートなトレッキングを楽しめる高見島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。